下受け立ててるんですね。引きは裏前で引いてきます。3回目で大体あるいは最近工場でもこういうふうにやってる。そうすると全部から裏元に引いてます。そうすると受けた時これをもし弾いた時もここから最大距離取って引いてます。こうは引かないですね。こんなふうには引かないです。必ず流れてもここから胸元へ引いてくるんです。これが基本ですから、そうすると受けた後ここ手に沿って極端ですから受けた後立ててちょっと引っかかってきます。ここの掛け手ができないとこんなふうにやってしまうと失敗ですからね。あるいはこういう人が取り込まれてあるいはよく手首を殺しちゃう、引かれますから、引かれると殺してると弱いですから、だからこれはちゃんと下請けですから、下請けが基本です。そして、これはゆっくり練習。最初はここでいいですよ、弾いてかける。でも、だんだん軽く引いてもらって、受けて、まずかけ手が引っかかってるからですね。必ず引いてくるのが当たり前なんです。最近学生の相手が中段的にこう来るんだと、それに対して自分がこう受けて、肘をこういうですね、受けて肘だと、受けて肘をだと、それで引っかかって、引けば引こうで引っかかるようになって、だからこういう練習なんですね。で、軽く今度できるのはちょっと引いてもらうんですね、引いてもらうんですね、こういうので引っかかるというか。で、急に速くしちゃうとうまくいかないですから、ちょっとスピードを上げる。止まってる練習から今度はちょっとゆっくりのスピードでやる。弾きます。それから上げて。こういう練習です。で、だんだんアップしていくという形が練習の基本だと思います。あと、今、本部の場合は個体の確認が必要ですよってよく言う。15は51段の上げるとちょっと難しいかなっていう感じがするんですね。そういう場合に個体の確認どういうことなんだっていうと、今やったように受けてかけて、これからどういうふうにこの足を動かして相手を投げるか。この時に私ですと大体疲れても拳の下ぐらいか、ちょっとこの場合かなり引いてますからあまり追い込まないんです。そしてこれ軸に開いてでちょっと上げ気味にします。足が出る前にそして落としが崩し落とし外しだからこの足をタッチした時にどこに落とせるか、これが軸になりますから、必ず受けてこれが軸で回転、大きく開く場合も同じです。でこの足が例えばはいこういって入りすぎちゃうとこれも出てくるんです。これ気をつけないといけないですから必ず受けて届かない位置に自分はいるんで、この足をどこに入れるかで崩れる場合がどのくらい取れるかで、小手投げには基本的には逆腕と違うので伸ばして取るのが基本です。だから曲がっているかって曲がったまんまを取れるんですけども、基本的には伸ばすような取り方、肩をして大きく振り投げるようなそういう取り方ですね。だから足の今度は掛け手ができましたら足の位置、蹴った後下ろす位置、そしてこれを軸に極端にいったら相手の裏側に行きます。今度は内側に入るんです。でこの手を牽制しながら投げるという形。だから裏側に入ってそれが表に入る。その時に深く入りすぎますと入りにくい。だから必ずこっち側にインサイド入ってくる。そこのところを考えてやってみた。例えば先ほど大きく開く小手投げっていうやつですね。そしてこちらへ大きく入った場合足出ますけど必ず出てきました。大きく踏み出してきても頑張れないことがある。そこまでだから計算してパッと開いてくるんですよっていうことですね。それを、こう大きく開いて近くでやったら足出てきたら足出したら横にやるとじゃあってこっちです。もうちょっとこっちだよ。前崩れ前になりますからこう出てきた時にこんなに崩れませんから出してきても頑張ろうとしても崩れません。
並んだ方向の直角力一番弱いですから、そこに落とすように開いてる。当然、足が出てくるのは大きく開いたら計算済みですよ。そういうことを考えてやらないと、